今日はですね、実は私は、ギターを弾くのもすごく好きなんですが、いじるのも、すごく好きで、改造をいっぱい、してるんですね。買ってきたり手に入れたギターが、そのままの状態であるっていうのはほとんどなくて、何かしら、自分の手を、加えて、ギターをそういう形の趣味としても、楽しんでいます。今ですね、2つギターの、そういう素材を、手に入れましたので、今後ちょっとそれをどうやっていくかなっていうことを、考えています。一つはですね、黒いこの SG の、ボディですね、五等製のブリッジとテールピース、それからペグがチューニングペグがついてますね。でこの、どんがら状態なんですが、すごく変わっていてですね、フレットはほぼ新品で、指板がエボニーでできてるんですね。ここにルーティングがあるんですけれども、ネジ穴はエスカッションのネジ穴が開いているだけで、その他のネジ穴はまだ、一切開いていないっていう、状態の、ちょっと面白いギターです。でこういうものをちょっと手に入れたので、今後どうしていくかなっていうふうなことをやりたいと思います。それからもう一つ今、初めて開けてみますけれども、これは何かというと、開けてみましょう。今までギターの YouTube では、ギターのですね演奏する動画、だけをですね、上げてきたし、見てくれる方が外国人の方が多かったので、主にアメリカとか、できるだけ言葉に頼らない、コミュニケーションを、しようとしてたんですけども、もう少し踏み入った話もしていけたらなということでですね、ちょっと喋るようにしてみました。最初のうちはちょっとやはり、誰もいない場所で喋るっていうのは慣れないんで、声が小さかったですけど、だんだん慣れてきました。それでですね、これは今初めて開けてますけれども、ストラトキャスターのボディですね。中古で手に入れました。メーカーは不明なんですが、あまり高価なものではないはずです。とても安く手に入れましたので。でこういうものもですね、すごく高いギターを、弾くというのもですね、もちろん楽しいんですけども、こういうちょっと手頃な値段のギターの買ってですね、いろんなことを試してみるっていうのもですね、ギターを楽しみ方の一つかなっていうふうに、思ってます。それとですね、私は基本的にギターはレスポールが好きなんですけども、ストラトキャスターのですね、このキャンディアップルレッドのストラトっていうのはすごくこうとても綺麗な状態のストラトですね。ボディです。でですね、実はずっと前から一つですね余らせてる非常にいいストラトのネックがあるんですね。これはJV シリアルというね、フェンダージャパンが最初に始まった時の、
私が最初に使っていた、ストラトキャスターに、ついてたネックで、そのストラトには今テレキャスターのネックをつけてあるんですけども、このネック一つあるので、これがついたらラッキーだなっていうふうに、思ってます。ね、ちょっとですね、このギターを見てみましょうかね。外見上はすごく綺麗なギターですね。ちょっとこういう安いギターのですね、メーカーがよくわからないんですけども、ブリッジのこのコマの形なんかで分かる人には分かるのかもしれないですね。一応ポールピースはスタガードなのかな、みんな同じ高さなのかスタガードなのかちょっと違うようにも見えますが、2つ回らないですね。2つ回らない。確かめてよかった。ちょっとですね、ネジを外して調べてみようと思いますね。ちなみにこの作業台はですね、使ってないちゃぶ台にX 字のキーボードのですね、置く台、それの上に使わなくなったちゃぶ台の天板を置いてます。ギターのメンテナンスの道具はですね、こういうのも一回、そのうち動画にしてみようと思うんですが、必要なものは全部、ある程度まとめてですね置くと、いいと思いますね。日常的にメンテナンスはやることになるんで、それからですね、ギターを分解するときにネジとかはですね、こういうちっちゃな小皿に入れられるように、そういうのも常備しておくといいと思います。それからですね、これはちょっと大きさちっちゃいけど、こういうですね衝撃を保護するシート、下にちょっと敷いとくだけでもだいぶ衝撃が変わりますね。じゃあですね、ちょっとネジを外していってみます。まずピックガードですね。このギターをですね、どういうふうに、ただ普通に組んでしまってもあんまり面白くないのでですね、予定としてはですね、このギターの状態を見て、改造の方針を決めて、そこで必要なパーツというのをですね、秋葉原に行って買ってくると。秋葉原のですね、戦国伝承さんというパーツショップがあるんですが、本当は電気パーツ屋さんなんですけどもですね、その中の一つにギターのパーツを専門的に扱って、いるお店があってですね、私もよく行くんですが、そこに行くとですね、本当にワクワクしますね。はい、はい、ちょっと今ハンダ温めてないのでですね、この状態で中身だけ見ますが、リアの座繰りはハンバッカーが入れられるような座繰りになってますね。ボディはベニヤの積層だと思いますね。はい、そこはねお安いギターなのでそうなってるかなと思います。ですね、これトーン、ボリュームが全く動かない状態ですね。ではですね、ピックアップが生きてるのかどうかっていうのだけチェックしようと思います。
このトーンは動くけれども、こっちはもう全く固着して動かない状態ですね。とりあえず、ジャックを挿してみて、はい、アンプの電源を入れて、で金属でですね、はい、フロントは OK ですね。今フロント、センター、はい、センター OK ですね。リア、はい、ピックアップは生きているようですね。ノイズ聞くと、トーンを聞いてますね。はい、ここまでいいんじゃないでしょうか。ですね、今後の改造の方針を決めたかったので、今、中は見て、リアピックアップは、ハムが付けられる座繰りになってましたね。で、とりあえずですね、これからこのネックプレートを外して、このネックが付けられるかどうかっていうのを確かめてみたいと思います。一番最初にやることはですね、こちらのボディに対してですね、実はネックの方がとてもいいネックですので、このボディに合わせてネックを加工するのは嫌だなと、基本的に思ってますので、まず無加工で付けられるかっていうことをこう確かめてみようと思います。それから今わかると思うんですが、このネジの穴がですね、ちょっときつすぎるというか、本当はここの段階では回さないでもネジは取れてくれてもいいんですよね。ガバガバになってると良くないんですけども、ちょっと引っかかりながらも回さないでも通るっていうようなですね、そのぐらいが本当は望ましいネジの穴の広さだと思います。っていうのはですね、お分かりと思うんですが、このネジがネック側にも刺さって回っていかないといけないので、ネックをですね密着させた状態でしか、ネジを回していけないっていう風になっちゃいますね。この、フェンダージャパンのこのネックがこのギターにはめられるかどうかを確かめるために、ネックを留めているネジをですね、外しました。さあ、ぴったり合いますね。ネックはですね、今形状的にはぴったり合います。取り付け可能かな。あとはネジの穴が、合うかどうかですね。でそのためにはですね、この、ベースのプレートを外したいんですけど、こいつが固着していて、あ、取れた。はい、取れましたね。で、このベースのプレートが、相対的にはこちらのネジ穴の関係になっているはずなので、こいつがまず合うかどうかですね。まあ合ってると思いますね。ちょっとこのネックが取り付けられるかをやってみましょうか。はい、ではですね、ちょっと試しにやってみます。このベースプレートまず、通して、このネジがボディ側に出てくるギリギリのところで留めておきます。本当はこういうやり方じゃないと思うんですけども、ちょっとね、このネジ穴を本当はもう少し広げて、通りやすくして
っていうのが正しいと思うんですけど、ちょっと今ははまるかどうかのテストなので、まだ加工はしません今日はね。ここら辺は多分動画上は早回しになってると思いますが、ちょっとね慣れてないんでカメラワークすいませんね。はい、今ですねどういう状態かっていうと、このベースプレートギリギリこっちからネジが出てくるところまで締めました。それでこの状態でネックをですねここに固定しといて、ちょっとやんわり締めてみてですね、ネジ穴が合ってるのか、スムーズに回ってるようなので、ネジ穴の位置は合ってるみたいですね。うん、ちょうどぴったりはまるようです。ってことは、ちょっと僕は判別の仕方に詳しくないんだけど、これはボディがひょっとするとスクワイヤーなのかもしれないですね。フェンダージャパンと無加工でぴったりあるということで、ちょっとメーカーは不明っていうことで入手しているので詳しいことがわからないんですけども、すごくラッキーなことに、まずここでですね、ボルトオンの場合は、ボルトオンネックのギターの場合はここでつまずくともう使えないか大加工が必要になるかっていう状態なので、ちょっとここに隙間が空いてますね。見えるかな。ここのところにちょっと隙間は空いてるんですけども、四隅はぴったりあってネジ穴も合ってるので、スケール等々にはおそらく問題はないのかなっていうふうに、思いますね。はい、こういう状態です。このボディ実は、1500円で入手しました。はい、いいんじゃないでしょうかね。全然使えるような気がします。ね。ということで、今日はこのギターについてはここまで、にしようと思います。こっちの先ほどのね SG もあるので、おいおい、どんな風な改造していこうかなっていうことをやっていこうと思うんですが、本当はですねこのギター思惑があって、ちょっと試したい改造があってですね、それを施そうかなって迷っているんですけども、それやるにはちょっといろんなパーツが必要で、そういうものが揃えられそうかどうかってこともあって、まずは一回普通に組んでみようかなっていうふうに、思いますね。そのために必要なものだけ先に集めてこようかなって思います。まあ主にはポットを全特化しないとダメなのと、ペグがないですから、ナットは確か持ってるのがあるのでそれを使おうと思います。っていう形でですね、赤いストラトキャスターが、復活できそうです。今日はここまでにします。